こんにちは。はい、今回の動画はですね、私にとって人生初が2つありまして、その2つの、体験するっていう動画になります。1つ目は、ANA の国際線に乗ることが今回初めてなので、その ANA 国際線の様子をぜひご紹介したいなと思ってます。ちょっと私本当初めてなので、どんなものか期待してます。で、2つ目はですね、この旅行は私人生初、海外いろいろ来ましたけど、ハワイは初めてです。なので今回は ANA の A380 に乗って、しかもプレミアムエコノミーで行くハワイっていうのを、この動画でご紹介したいなと思います。ぜひ最後までご覧になってください。はい、では成田空港第2ターミナルカウンター BC のあたりにやってきました。今回乗るのは ANA ですので、このあたりがチェックインになります。結構平日ですけど混んでました。では今回の航路です。今回は ANA プレミアムエコノミーに乗って東京成田を出発してハワイホノルル空港までの航路です。今回は往復で19万9940円。獲得マイルは片道3814マイルとなっております。ホノルルまでは約7時間の飛行機の旅です。有人カウンター混雑しておりましたので、このチェックインキオスクでパスポートや予約番号を使ってチェックインを行います。そのまま荷物預けもこのセルフの機械で行いました。そしてですね、このフェイスエクスプレスというのを登録して、この目の前のファストトラック通りますと、今荷物検査を終えて、保安検査通過後エリアに来たんですけど、なんか体感2秒でした。本当にフェイスエクスプレスあっという間で終わりです。ではこれから出国後です。出国後は、恒例のラウンジホッピングです。成田空港第1ターミナルはスターアライアンス系のラウンジがありまして、ユナイテッドラウンジ、ANA ラウンジ、ターキッシュラウンジ、トルコ航空のラウンジです。プレミアムエコノミーを使っている人は、ANA のラウンジに入れますし、同行者にゴールドステータスがいれば、ユナイテッドやトルコ航空のラウンジも使うことができます。一緒にいた方のゴールドステータスの恩恵を受けまして、まずはユナイテッドラウンジからスタートです。ユナイテッドラウンジの雰囲気はアメリカのホテルっていう感じですが、中には日本をイメージした美術品なんかが置いてあったりします。シャワーも完備されておりますので、飛行機に乗る前に道手を整えるってことも十分できます。結構広々として落ち着いた雰囲気のいいラウンジだと思いました。で、ご飯はちらし寿司があったりですとか、こういった野菜ロールのようなものもあったりなど、種類も豊富です。珍しいのはこの汁なし担々麺がありまして、これもいただきましたが美味しかったです。スイーツも充実しています。そして飲み物は生ビールのサーバーもありました。こういったのは日本人にはとっても嬉しいですね。札幌とか朝日とかが置いてあります。あとソフトクリームを出せるマシンもありました。スピリッツなどのお酒の種類も豊富で、スパークリングワインもあります。十分ですね。ただシャワーはですね、中にあるアメニティがちょっとどうなのかなと思ったので、2つ目のラウンジ ANA の方でシャワーを浴びることにいたしました。51番ゲート付近にエスカレーターを上がっていくと ANA ラウンジがあります。ここの ANA ラウンジもスターラゴールドかプレミアムエコノミービジネスクラス利用者であれば利用できます。で、向かって右側はファーストクラス利用者なので左側に行きます。シャワーはこのキオスクで自動予約をして出てきた紙を忘れずに受け取ってください。ラウンジからは A380 のこのカイ君が見れますね。ラウンジ内結構夕方で混んでいたようですが、ちゃんとこの窓際座れました。食べ物はおにぎり、いなり寿司、あとはカレーなどなど、いわゆるラウンジご飯が揃っております。羽田よりは広くて過ごしやすいかなっていう感じですかね。あそこもスピリッツ等は一通り揃えていただいています。白ワインやスパークリングワインは冷蔵庫の中にありました。そして ANA ラウンジといえばなんですが、ラウンジには置いてないけどビジネスクラスなどで飲めるお酒の陳列があります。これ結構謎です。このね、ぬいぐるみ
シャワーが1時間ぐらいの待ち時間と言われたので、このヌードルバーをモバイルでオーダーして豚骨ラーメンを食べてたんですが、そしたら呼ばれてしまいましたので、シャワー室に急いで向かいます。はい、ANA ラウンジのシャワーです。もう本当にシャワー、シャンプー、リンス、リースソープ、あと手洗いがついてるっていう感じですかね。ANA ラウンジは石器製のクレンジングオイルとかもあるので、わざわざ持ってこなくていいですね。で、手で20分ぐらいで終わらせてくださいって依頼がありました。あとは歯磨きとかもあるし、入り口には髪ひげ剃りもありました。で、下にはちゃんと荷物ラックがあって、お菓子を入って、椅子はここでゆっくり自宅ですね。はい、じゃあシャワーみたいと思います。第1ターミナルの ANA ラウンジがここで、今回の乗り場がここまでなんですけど、この連絡通路っていうのがあるので、ここを行ってみたいと思います。その連絡通路は1階にあるみたいなので、ここからエスカレーターで下って向かっていきます。だって確かに炎が見える。この地下通路を通って46番に行きますけど、イカゲームみたい怖いはい、6時20分、反対側に着きましたと。今日乗る便は9時半発の NH182 便ですね。ラウンジはエレベーターに乗っていけるそうです。今回向かうのはターキッシュラウンジの4階です。はい、では到着しましたターキッシュエアラインズラウンジです。ゲート44番付近まで来ました。ここのラウンジは最近できたラウンジでして、とてもピカピカです。入り口のラウンジ入っていきますと、すぐにこのターキッシュエアラインのマークと広々とした窓、そしてラウンジのエリアになっております。ターキッシュラウンジの奥なんですけど、結構こんなワークスペース的なところがあって、でかつ飛行機がこんな目の前に見えるので、ターキッシュラウンジめっちゃおすすめかもしれないです。いいですね。で、ここに喫煙所もあります。ラウンジの奥にはこの名物であるピザのようなパン、ピレというものもあります。ここのカウンターではあったかいお蕎麦も注文できるようです。ナルニアでターキッシュディライトの話が出てたと思うんですけど、それがありました。美味しそう。酒は白、赤、ボッカ、とカバがある。カバがでもカバないかな。あ、でもイタリアだからあれだ、スプマンテだ。大吟醸もある。10枚吟醸、リースリング。持ってきたのはスプマンテとビールと野菜のカレーとトルコ風ピザとチキンカツとナスの炒め物ですね。でですね、このターキッシュラウンジからは今日乗るこの A380 が真正面です。搭乗口46番のここに乗ります。ちょっと名前が分かんないけど、青い仮面のフォルムの A380 に乗りたいと思います。で、今教えてもらったんですけど、この亀の子たちは3種類いるらしくて、これはラニ君というそうです。で、3人のぬいぐるみもさっき ANA ラウンジで売ってた、展示してたんですけど、まあ欲しい方はどうぞって感じですかね。気づけば出発時刻は近づいておりまして、46番ゲートに降りてきて搭乗を開始します。もうグループ5番まで来てましたね。ではこの A380 に乗り込んでいきたいと思います。来るのが遅くてですね、本来、右側の通路から行くはずだったんですけれども、左側の通路から階段を上がって2階のデッキへと進んでいきます。
この A380、2階はビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスしかないので、このままずんずんと奥まで進んでいきます。今回は一番後ろの列を指定しました。では、プレミアムエコノミーシートをご紹介します。動画で見るよりですね、結構これ横幅広めです。で、座ってみるとですね、窓際の席は左側に荷物入れがあって、これがめちゃくちゃ便利です。カバンからいろいろ出し入れできます。で、目の前にはモニター。で、アメニティはヘッドセット、スリッパ、あとはトートバッグなどが1セットになって入ってます。で、ここにはペットボトルとかドリンクを入れるホルダーもあります。結構ね、前の席との距離感もあるので広いです。で、右側にはコントローラーと、あとシートポケットが右側にもあるので、ここにタブレットとか入れておくこともできます。で、頭のところには、ここ、少し折り曲げて寝れるようなものもあります。で、さっきのやつにはブランケットも入っているので、ブランケットと枕を使ってゆっくりと寝ることができます。で、トートバッグはこんな感じで、ちょっと正直くちゃくちゃです。こういう仕様なのかなっていう感じがするんですけど、ポーチバッグとトートもついてます。この日は7月の平日の夜だったんですが、プレミアムエコノミークラスはご覧の通りガラガラでした。搭乗率3、4割っていうところですかね。今度別の動画でも紹介しますが、相変わらずの円安状態なので、ハワイも行き控えがあるのかなっていう感じはします。NH182 便はほぼ定刻通りの出発となりました。エアバス機材ですので、この離陸の瞬間もかなり静かでスムーズに出発していく感じがたまりませんね。出発して1時間ぐらいで飲み物と機内食が配られます。選べたのはこの牛肉の和風マスタードソースとスズキのグリーンオリーブ焼きですね。私はこのスズキを選びました。前菜にフルーツも乗ってます。プレミアムエコノミーなので、食器もちゃんと陶器になってます。で、肝心の味なんですけど、もう本当に普通に美味しいです。このシーバススズキもですね、本当に柔らかくて、味付けもすごく良かったです。そして ANA といえばこのよく配ってくれるお菓子、このビスケットも美味しかったですね。あとプレミアムエコノミーではこういった担々麺も食べることができます。ビーガンなので、本当のお肉じゃないっぽいですけど。で、2回目の食事はもうこのようなマフィンを先に配られて好きな時に食べてくださいという風に1セットで渡されました。でですね、この後すぐ寝まして、もう気づいたら実はもう残り1時間15分というところまで来ました。フライト時間7時間なんですけど、最初の食事を食べて映画見て2、3、4時間寝たらもうあっという間に到着っていう感じなので、結構長いかなと思ってましたけども、あっという間のフライトでした。この NH182 便は夜の9時半に日本を出て朝の10時にハワイホノルルに着くという便ですので、寝て起きたらもう朝という感じですごく時間の都合がいい便になってます。で、この初の ANA 国際便の感想なんですけど、正直この A380 のプレエコが良すぎてですね、もう本当に座席の幅も広いし居心地いいし、なんかスッと寝れたのでもう大満足しかなかったです。CA の方もすごい優しかったです。プレエコはですね、最初の食事が終わるとビジネスクラスの飲み物が飲めるんですけれども、それも声をかけたらすぐに持ってきてくれました。そんなことなしてたらあっという間にね、着いてしまいました。はい。ではここまでご視聴ありがとうございました。次のハワイの動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。